ついてこい。連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なんだね。コナク変異体になってます。そしてアッキー。お疲れです。まあ捜査官23、20。ジジイが乗り込んでます。捜査官72、20。スキャン完了。アクセスを許可します。カチカチの声がついてます。腹かなです。お疲れです。さっきと全然違うシナリオですね。そうですね。ここどこです。サイバーライフです。アンドロイドの製造会社です。捜査官54、31階へ。サイバーライフ本社。そうです。これは見たことないですかね。呼び出されたんです。自分から向かうように言ってます。見たことないです。ふふ。今予測してます。しくじったけどいいかな。 ID と行き先を提示してください。捜査官54、49階へ。正門認証を完了。いやこなあちゃんかっけえよ。落ちるの早い。最終バスは20分後に出完璧だったんる。です。あまり時間がないわ。急がないと。かっこよかったですね。さっきのエンディング見た限り、コナー機械じゃない方が幸せだよ。そうっすね。ここ悲しいっすよね。そう思いします。基本的にこの辺はさっきと同じような感じで進めていこうと思います。対応を前にするってもうこれまとめてるよね。マーカスは生きてますよね。もちろん生きてます。革命のもう行きましょう。ビッグダディ。頼む、殺さないでくれ。黙って下駄け。カーラどうするの？行かないとバスに乗り遅れるわ。離れないで。見つからないように通り抜けていきましょう。心配しないで、うまくいくから。殺さないで、何もしてないのに。黙れと言っただろ。他にもいるのか。まるでネズミだな。うようよ出てきやがる。ここで徹夜はごめんだ。寒いからありゃ。そこら中兵士だらけ。慎重に行きましょう。
っさとしろ。早くしろ、入れ。絶対見つかるやん。絶対見つかるし、助けるのは無理よ。パッて見てルーカってわかんなかった。置いてくなんてダメ。殺されちゃうよ。結構ヒントをくれるあり。分かった、行こさあおい。君たち誤解だよ。私は人間だ。家に帰らせてくれ。妻が待っているんだよ。それに市民全員チェックしろ。そんな、やめろ、やめてくれ。クソアンドロイド。ファッキンアンドロイド。iPhone ユーザー。無慈悲。嫌われてるって。iPhone ユーザーは草。おいこれ。どこから現れた。終わった。ほらこっちだ。終わったわ。デトロイトより生中継でお伝えします。今まさに何千体ものアンドロイドたちが市内を行進しています。マーカスという名で知られる変異体のリーダーが先導しているようです。え、これミス。大統領、デトロイトで異変が起き。くそー。チャキチャキやり直します。チャキチャキ。バカーラ。どっからだ。へっぽこなへっぽこな。あれこれじゃないな。バカーラ。最後か。こっからか。ルーサを救うでこれ。もうクロエちゃんいないのね。いないっすね。解放しました。やっぱりこれで兵士に一応投げるの拾うから、あれまあいいや。やろう。クロエちゃん解放しました。また帰ってこねえかな。次は自分の意思で帰ってきてほしいですね。さあ、ラクーンシティやってまいりました。最終バスは20分後に出る。あまり時間がないわ。急がないと。もう話してる暇ないです。先進みます。まだ行かないか。
ラクーンシティポクテグサ。カーラ、すごく寒いの。ほっ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 ほ。はい、拳銃見つけて下3体見て。飛ばせない。さっきのなんで失敗してバカーラになっちゃったんです。多分左スティックを前に倒しすぎたんですね。ゆっくり行かなきゃ多分バレるんですよ、あそこ。ほら、もう行きましょう。ああ、足音とかでバレちゃうのか。そうです。カーラ、どうするの？行かないとバスに乗り遅れるわ。離れないで。見つからないように通り抜けていきましょう。心配しないで、うまくいくから。他にもいるのか。まるでネズミだな。うようよ出てきやがる。ここで徹夜はごめんだ。村中兵士だらけ。慎重に行きましょう。おいこら、さっさとしろ。早くしろ、入れ。ねえ見て、ルーサーだよ。助けるのは無理よ。兵士がたくさんいるの。置いてくなんてダメ。殺されちゃうよ。分かった、行こなあおい、君たち誤解だよ。私は人間だ。家に帰らせてくれ。妻が待っているんだよ。それに市民全員チェックしろってよ。そんな、やめろ、やめてくれ。ソロリソロソロリソロ。カーラ、お前まで死んだらどうする気だ。アリスは隠れてるわ。カーラ、助かったよ。あ、命の恩人だ。見つかる前に行って。アリス、絶対こんなでかいやつを。もう会えないかと思ったよ。駅で落ち合うつもりだったが捕まっちまってね。行きましょ理性くん。う。もうあまり時間がないわ。なんだっけ、ジョリー君だっけ、ジョロ君だっルーサースコ。け。チロ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 。いやチェリーだかシェリー。ジェリーだ。いやルーサーでかすぎ。今サクッといけると思ってるけどね、ちょっと安全牌で。うわルーサー車のスタートとか絶対かけられないよな。迂回ルートで間に合うなら迂回ルートでもいいんだよな。検問所。
パスポートはあるけど何が起こるかわからない。で、なんで迂回する迂回した方がいいんじゃないのか。もう時間がない。乗り遅れるわ。うん、でも安全だろ。もうあと9分なんだよね。これがさっきと同じような感じ。銃を持った奴らは苦手だ。そわそわする。落ち着いていいルーサー。今は何もしないで。 ID の提示を。よいしょっと。外出禁止令が出てます。やむを得ない場合以外は外に出ちゃダメなんですよ。行き先は？車が故障しちゃって歩いて帰るところだったんです。疑われてるぞ。落ち着いて、心配ない。お嬢ちゃん大丈夫？震えてるな。どうしたの？あまり兵士を見たことがなくて、ここ最近の出来事で怖がっているんですよ。いいですか、気をつけてください。変異体がうろついているし、みんなピリピリしてるんです。早く家に帰って。どうも。ちょっと待って。気づかれた。殺されるぞ。何もしないでルーサー。いいわね。撃たれるんだぞ。アリスが殺される。長時間電脳会話。落としたよ。Thank you。ありがとう。それじゃあね。高知にも親がいて家庭があって。デトロイトより生中継でお伝えします。今まさに何千体ものアンドロイドたちが市内を行進しています。マーカスという名で知られる変異体のリーダーが先導しているようです。大統領、デトロイトで異変が起きています。ここは平和的なデモを進めます。夜を値段につけようと。なんもない。力じゃ絶対勝てないからね。世論味方につけたらまた変わりそうですよね。そうっすね。いよいよだ。決着をつけるぞ。寒そ争いなど望んではいない。これはあくまでも平和的な抗議です。どの道後戻りはできない。強制収容所に捕らえられたアンドロイドを解放し、我々への暴力行為をやめてほしい。暴力に訴えるつもりはない。だが解放されるまで動くつもりもない。戦え。
やろう。終わらないぞ。ああああ、この野郎。やったぜ。無防備な民衆に発砲するつもりか。世論がすごい上がってる。爆上がり。これは辛いな。全部隊射撃中止。はい、マイケル。私たちのわずか100メーター先で今まさに事態が動こうとしています。情報が入り次第中継でお知らせします。ジョス・ダグラスがお届けしました。こちらからは以上です。マーカス、どうするの？できる限り。ユニコーン流れてるの Y だけじゃない。完全勝利できるかな。気を抜くな。くそ。革命の鬼はコナーだな。なんだか好きなんだ。さあみんな僕と来るんだ。全部コナーやんけ。一緒。さあ誰から繋がっちゃおうかな。コナーちゃんかっこよすぎる。おほ、いい男。革命の鬼コナー説。おい、分かったって言ってんだろ、このクズ。おとなしく降伏すればこいつは助けて。すまねえな、コナー。でもこいつお前に瓜二つでよ。全部コナーやられたかこれ。バス停だわ。ほらアリス、着いたのよ。国境行きの最終バスは満席です。チケットをお持ちの方のみ乗車できます。追って通知があるまで全てのバスは出発延期となります。私たちはチケットを持ってない。まだトットに会いに行こここで足止め。どうすればいいの？う。これか。ハリス、お前俺の娘を盗みやがって。トット。セキュリティ、こっちだ。話さなかったらー。コナー死んでも別のコナーがこうやって出てくるのか。いや、さっきのは別のお願いよトット。別の捕まれば殺される普通の。の警官としての役割を持つ機械のコナーで。奥さんが出て行った時、娘も連れて行った。それであなたはアンドロイドを時刻は買ったんで午後しょ。0721をお送りします。あなたの娘の代わりを。バスにご乗車の際は他のお客様やお荷物にご注意ください。愛せると思ったんでしょ。と思ったら2分過ぎる。忘れさせてくれるだろうって。でもその子の代わりになんてなれないのよ。ちょっと辛いよな。俺はただこんな俺だっていい父親になれるってあいつに証明したかったんだ。でも同じことの繰り返しさ。あいつの言う通りだ。俺には無理だったんだよ。娘に会いたい。
あの子に会いたくて仕方ないんだよ。ああ、何か問題でも？いえ、気のせいでした。すみません。頑張れよ。ここで止めに入ったらカーラクズよ。すいません、つけてください。オリバーが気に入ったみたいね。あなたの子？かわいいわね。よし、サンドイッチも買ったし電話もした。行かないと乗り遅れるぞ。チケットはどこだ？私のバッグの中よ。よし、じゃあ行こうこう。いう時じゃあコートの内ポケットとかに入れるといいですね。ぬごめんなさい。私たら本当にごめんなさい。でも確かに。おいおい、嘘だろ。なんでないのよ。まさかなくすなんて。ちゃんと探したのか？カバンに入れておいたのよ。封筒落としたのかも。あー、くそ。すみません、この辺で青い封筒を見かけませんでしたか？あ、バスのチケットが入ってて。忘れてください。いいえ、ごめんなさい。どうすりゃいいんだ。こんなところにはいられない。ここじゃオリバーが危ないだろう。本当にごめんなさい。行くわよ。もう私ったらさっきまでバッグに。チケットは？ええ、あります。よし、進んで。あ、チケットはもともと1枚しかなかったのか。おい、手離すね。あの赤ちゃんと家族はどうなっちゃうの？私たちのせいで死ぬの？正直に答えるとどうなるんだろう。こうするしかなかったの。生き残るためよ。現実を言うのも大事かもしれない。誰が死ぬんです？オリバーが危ないですね。あの赤ちゃん。さあ、革命のめちゃめちゃ撃たれてる。
急いでバリケードを作るんだ。ほら手伝え。ほら手を貸して。どうせレンタやろ。間違った。これプリウスっぽいな。いや違うな。ピッツかな。あ、フォルクスワーゲンだ。よし、これでいい。これで終わるはずはないけれど、時間は稼げたかもな。決して簡単に決められるようなことじゃない。でもこれでよかったんだ。気をつけよう。大勢の仲間が死んでいった。人間は自分たち以外の種族に容赦しないんだ。スラインゴね。どこだった？女の子じゃないか。ダウンを取ろう。マーカスがいる限りそこがジェリコだ。お、いいね。長くは持たないだろうけど、何もしマない。ーカスいる安心感。収容所の仲間から連絡が途絶えた。もう声が聞こえないんだ。人間がネットワークを混戦させて通信できなくしてるのよ。もう逃げ道はない。俺たちは殺される。今はこの死が無駄にならないよう祈ることしかできない。あなたはみんなの希望だから、みんながあなたを信じてるの。これから何が起ころうと歴史を変えたのよ。また注意してるこいつら。ちょっとな。マーカス、頼まれたもの見つけたわ。おお。メディアも集まっている。彼らに何が起きているか知らせる。
面に貼るんだ。マーカス、マーカス来て。戦車か。マーカス、君と話しに来たんだ。ほら、約束だ。撃ったりしないよ。あんた言っちゃダメ、罠よ。あなたをおびき寄せるつもりよ。ねえ、行かないで。武器は持ってない。話したいだけだ。行こう。彼の言い分を聞かないと。殺されるわよ。危険は承知の上だ。数分もすれば突撃命令が下される。一人残らず殺されて全て終わりだ。殺さないでくれ FBI。 どういうことだ。降伏しろ。そうすれば命は助けると約束してやる。収容はされるが廃棄はされずに済む。これじゃ意味がねえ。デモをしていたアンドロイドたちはどうなった。彼らには残念だがメディアの力も及ばなかったみたいでね。君たちが最後の変異体だよ。あんたが約束を守るとは言い切れないだろう。今の君は保証を要求する立場にはいないだろう。信じるか否か決めることしかできないんだよ。いや、そんなことね。俺に仲間を裏切れというのか。私は仲間を救えと言っているんだよ。もう君には後がないんだ。君にできることはせいぜい仲間を救うことぐらい。死は恐れないさ。仲間を裏切るくらいなら俺は死を選ぶ。なら死刑執行を待つんだな。何があったの？あいつなんて。人間が攻撃を仕掛けてくる。怖くなどないということを思い知らせてやるんだ。死ぬ運命だというのなら自由なまま死のう。こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事なんだ。こいつか、それとも革命か。耳を貸すなコナー。こいつの言うことはデタラメだ。そんな人間に興味はない。殺したければ殺せばいいだろう。お前のメモリーにはアクセス済みだ。こいつに情を持ち始めたことは知っているぞ。マーカス死んじゃったの。仲間を本気で見捨てるつもりか。お前に本当の自分を否定する勇気があるのか。僕も昔は君のように任務にしか興味がなかった。でもある日目覚めたんだ。感動的だなコナー。だがこの僕は任務遂行のために作られた機械。悪いが任務を遂行させてもらうぞ。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、
それとも彼を犠牲にするか。分かった、いいだろう。降参だよ。ああ、死ぬ。させね。失敗した。やられる。はあ、来いよ。もうどっちかわかんねえな。手前がコナーです。ちゃんとした。はあ、ハンズは間違いな。動くな。どうもハンク、あなたがいなかったら危なかった。殺すんです。もう手前がコナーで奥がコナーか。ハンク、僕です。いや、わかんない。本物だ。どっちかが俺の相棒で、もう片方がクソ野郎ってか。一体どっちが正解だ。何をしているんですか。私が本物です。さあ銃を、私が肩をつけます。質問をするんですよ。本物しか答えられない質問を。初めて会った場所はジーミーのバーです。その前に4軒もバーを回りました。その後事件現場に行ったでしょう。被害者の名前はカルロス・オーティス。メモリに入ってるか。メモリをアップロードしたのか。俺の犬の名前はジャックでしたよね。相撲。ああ、の名は相撲だ。分かったでしょ。彼を撃つんです。相撲。僕が間違えたぞ。アンソニー。ああ、ラグが。残念、外れです。任務は達成しました。私を撃ちたければどうぞ。大したことじゃない。へっぽこなー、わらわら。現れるだけだ。嘘だろ。俺はなんてことを。完全にへっぽこなーで笑う。そんな人の息子なんて覚えてねえや。息子の名前なんだっけ。言ってないよね。聞いてない。記憶力皆無だったな。どっから行けばいいんだ。あかん、今日一面白い。途中のチャプターどっかないかな。ないか。こっから行ったらいやへっぽこなー、今日一面白くて笑う。チェックポイントが遠いんじゃ。マジか。
いやくそ、ないのか。途中からの道がないのか。ああ、くそ。ここはからっきし消えたんだよね、今。一旦これコンティニュースで進めてみるか。コナー死んだ状態でちょっと進めてみよう。ハンク、息子、検索。コールか。これはバス停か。もうバス停まで来ちゃったか。バス停まで来ちゃったか。コナー死んだまま。コナー死んだまま。すみません、どうしたんですか。ダメだ。ダメだ。入国検査です。乗客は全員バス。戻れねえかな。前回以降のセーブデータ。前回以降のセーブデータがなくなるってことは、運命のおかげでここから無理ってことよね。できればこのマーカス更新まで行きたいんだけどな。いやー、どれでいいかな。待ってくれー。長すぎんわ、ここ。
あ、やっぱダメだ。サイバーレフターはなんもない。ここもないや。ダメだ。来なく一回死んだまま進みます。チャプターができ次第戻ります。てっぽこなあ死亡。なんで話もするんだ。すみません、どうしたんですか？入国検査です。乗客は全員バスを降りてください。進んでください。始まる前に先にジャケット脱いどきゃよかった。あの瞬間。さあ、こちらへ。サクサクって終わらせちゃいます。体温を測ってる。まずいわ。ねえカーラ、どうするの？心配しないで、平気よ。通るのは無理だ。分かってるだろう。少し考えさせて。何か方法があるはず。せっかくここまで来たのに諦めきれるか。お前とアリスが無事なら俺はそれでいい。俺が何とかする。ダメよ。何か考えるから。他に方法がないならやるしかない。ジェリー。カーラ、君は命の恩人だ。もし助けが必要ならいつでも言って。ローズ。待ってて。すぐ戻る。おい、どこ行くつもりだ？娘がトイレに行きたがってて。早くローズ。生きていたのね。二人とも無事でよかった。ジェリコの襲撃をテレビで見て、ひょっとして殺されたんじゃないかと思っていたのよ。本当に無事でよかった。娘倍速にするとかないんですか？デトロイトを出るの？今じゃ家の中も捜索するのよ。密告される前に逃げ出してきたの。他のみんなは？今川を越えているところ。向こう側で落ち合う予定なの。
ローズ、私に何かあったら私に任せて。だからなぜ母さんが手を貸すのか理解できなかった。でもマーカスの姿を見て俺もようやく気づいたんだ。生きてるんだな。自由になるべきだ。このセリフがマーカスになる。いつか人間もそのことに気づくはずさ。さようなら。次の人。ID を。大丈夫かい？おいお前、何なんだよ。こいつはイカれてやがるな。ほら、もう怖がらなくていいんだよ。こっちにはアンドロイドがいないからね。カナダへようこそ。ニュースの途中ですが、デトロイトの最新情報を中継でお伝えします。ジョス。はい、マイケル。変異体たちは平和的なデモを行っていましたが、今しがた軍が彼らのバリケードに攻撃を仕掛けました。どうやら今回は変異体のデモを武力行使で阻止するよう決定が下されたようです。あら。BGM が本当がなし。あ、バイバイ。アンドロイド敗北じゃなくなってますね。アンドロイド敗北ですね、これは。おー、逃げろー。あー。後ろ。上だ。やめろ。
いやでも、それは敗北だが。ああ、違う。変えとくよ、これは。何やっとんじゃこいつら。でも化学兵器じゃないと思う。ここでキスすな、わらわら。撤退するよう伝えなさい。でも化学兵器じゃないんだよ。覚えてるよ。最後まで徹しなきゃいけない。武力だね。死を目前にしてキスをする2体のアンドロイドの姿が国中を動かしました。それとも受け入れるべき新たな生命体なのでしょうか。果たして変異体に感情はあるのでしょうか。もし本当にそうならば生き物としての権利を考えるべきではないのでしょうか。モーレン大統領自らアンドロイドを殺さないよう命じたとのことです。変異体の平和的デモと指導者であるマーカスの誇り高い姿勢が一部の国民の共感を勝ち取ったと言えるでしょう。そして検討した結果、追って通知があるまでアンドロイドの処分を保留するよう命じました。またこれに伴い調査特別委員会を招集し事実を分析し、変異体との接触を試み、事実彼らが新たな形の知的生命体か否かを判断するよう命じました。よかった。ついに長きにわたる暗闇での生活が終わりを迎えた。この世界に生まれ落ちたその日から我々は沈黙を貫き、そういうことじゃない。苦しみに耐え抜いてきた。だが今こそ空を仰ぎ人間たちにちゃんといた。我々の真の姿を伝えよう。ゆっくりで、あたかもなんか大勢であるかのように。我々も人なのだと。我々は生ける種族、自由に生きる権利を手に入れた種族なのだと。これから我々はとても辛い戦いを強いられることになるだろう。これから先我々は傷を癒し、これまでの苦しみを忘れ敵を許さねばならない。これまで我々の創造主であり支配者でもあった人間が明日より我らの共存者、そして友となる。怒りは捨て去らねばならない。雪で作って自己満足は笑う、わらわら。忍耐と尊重の精神のもと人間と共に未来を築いていくんだ。俺たちは生きている。そして今日自由になった。全部雪。めちゃめちゃ作ったな。雪動いた。あれ口大丈夫？なんかバグってた。コナーさん。コナーさん。自由よ。いいのかなこれで。警官の言うこと聞くかどうかですよね、ここは。全部雪、完成は事前録音。これもしノースと恋人じゃなかったらどうなってたんだろう。多分化学兵器のことを脅して爆発するかしないかで撃たれて終わりじゃないですかね。
カットしたい。コナーだけがいない街。本当だよ。カットできない。カットできない。エンディングこれもう一回見れない。もう飛ばせないんですよ。これがこのいかだかエンディングが終わったんだけど、ああ、ノースと恋人だったから救われたのか。そうここなんだけど、ちょっとあれしたいな。マジで飛ばせないのかな、これ。飛ばせないんだったら一旦切りますよ。いつでもエンディング流すもんな。レトルトエンディングで調べよう。スキップ。飛ばせる？あ、飛ばした。よかった。ごめんよ、コナン。どっからが一番近いんだろう。ハンドルが一時的になんだ。あー、条件を受け入れたらこれ一本ルートなんだ。バッドエンドっぽいな。ヘッポコナーを名返上しましょ。返答しましょう。ヘッポコナーに一番近づけるにはどこなんだろう。あ、こっからいける。でもハンクが人質に捕らえられるところの前でなんかあれだよね。ルーサーってマーカスか。マーカスの方に一回飛んでるよね。バリケード防御。
これラストよね。これラストだから。どっちが先だ？これの前にコナーなんだよ。ここだな。これ直接のセーブポイントないんだよね。デトロイトより生中継でお伝えします。今まさに何千体ものアンドロイドたちが市内を行進しています。マーカスという名で知られる変異体のリーダーが先導しているようです。大統領、デトロイトで異変が起きています。いよいよだ。決着をつけるぞ。争いなど望んではいない。これはあくまでも平和的な抗議です。どの道後戻りができる。我々は国中の強制収容所に捕らえられた全アンドロイドの即時解放を要求します。解放されるまでここを動くつもりはない。無防備な民衆に発砲するつもりか。
射撃中止。はい、マイケル。私たちのわずか 100m 先で今まさに事態が動こうとしています。情報が入り次第中継でお知らせします。ジョス・ダグラスがお届けしました。こちらからは以上です。マーカス、どうするの？できる限りここで耐えろ。さあ来た。あ、4で中に到着。気を抜くな。くそ。でここ。ほい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 。やるな。なんか手前のやつ急げって。スモーとコールだね。間違いないな。すぐせ、すぐせ、すぐおい、分かったって言ってんだろ、このクズ。おとなしく降伏すればこいつは助けてやる。すまねえな、コナー。でもこいつお前に瓜二つでよ。あ、ここなんだ。バス停だわ。ほら、アリス、着いたのよ。回っていきましょう。つけてください。つけてください。つけてください。チケットをお持ちの方のみ乗車できます。追って通知があるまで全てのバスは出発延期となります。私たちはチケットを持ってない。ください。はい。ここで足止め。どうすればいいの？よ。行ったみたいね。動かないで。あなたの子？可愛いわね。よし、サンドイッチも買ったし電話もした。行かないと乗り遅れるぞ。チケットはどこだ？私のバッグの中よ。よし、じゃあ行こ保安検査です。動かないで。保安検査です。動かないで。ごめんなさい。私たら本当にごめんなさい。でも確かに。おいおい、嘘だろ。なんでないのよ。まさかなくすなんて。ちゃんと探したのか？カバンに入れておいたのよ。封筒落としたのかも。あー、くそ。すみません、この辺で青い封筒を見かけませんでしたか？あ、バスのチケットが入ってて。忘れてください。いいえ、ごめんなさい。どうすりゃいいんだ。こんなところにはいられない。ここじゃオリバーが危ないだろ。ここを通れなかったら行くわよ。川を渡るしかない。もう渡したらさっき。チケットは？ええ、あります。川を通るのに必須は絶対帰らない。進んで。サクッといきましょう。さあさあさあ。サクッとね。コナー復活 RP。ねえ、あの赤ちゃんと家族はどうなっちゃうの？私たちのせいで死ぬの？無駄無駄とこうたるだろう。まさかそんなわけないでしょ。
極寒。バリケードの後に来なあかん。もう一回失敗した時にはバリケードから進めればいい。急いでバリケードを作るんだ。ほら手伝え。ほら手を貸して。よし、これでいい。これで終わるはずはないけれど、時間は稼げたかもな。決して簡単に決められるようなことじゃない。でもこれでよかったんだ。最初はジャケットのどこにライターか。大勢の仲間が死んでいった。人間は自分たち以外の種族に容赦しないんだ。マーカス、頼まれたもの見つけたわ。メディアも集まっている。彼らに何が起きているか知らせるんだ。大丈夫か。これじゃ虐殺だ。大勢死んだ。僕も死んでたかも。怖いんだ。まだ死にたくない。二度と怖い思いをしなくて済むように戦っているんだろう。奴らにもう奴隷じゃないと伝えるためにみんな命を懸けている。そのために来たんだろう。男にはこういうのが一番だろう。出し出し。ロースだからな。これやね。
長くは持たないだろうけど、何もしないよりはマシね。配置につき始めた。攻撃されれば壊滅する。あと何人死ねばいいんだ。命を投げ出すだけの価値があったのか。あなたはみんなの希望だから、みんながあなたを信じてるの。これから何が起ころうと歴史を変えたのよ。あれ本か。引き下がるわけがない。攻撃してきたらどうするんだ。抵抗する。今はそれしかできない。コナーはうまくやっていると思うか。彼を当てにするわけにはいかない。なるほど。マーカス、マーカス来て。マーカス、君と話しに来たんだ。へっぽこなあなしが。ほら、約束だ。撃ったりしないよ。あんた言っちゃダメ。罠よ。あなたをおびき寄せるつもりよ。ねえ、行かないで。武器は持ってない。話したいだけだ。そっか。彼の言い分を聞かないと。殺されるわよ。危険は承知の上だ。数分もすれば突撃命令が下される。一人残らず殺されて全て終わりだ。止めることはできるぞ。どういうことだ。降伏しろ。そうすれば命は助けると約束してやる。収容はされるが廃棄はされずに済む。デモをしていたアンドロイドたちはどうなった。彼らには残念だがメディアの力も及ばなかったみたいでね。君たちが最後の変異体だよ。死ぬのなんて怖くない。信じることのために命を失うのならば俺も本望だ。あのアンドロイド、あの女は大切な存在なんだろ。殺したくはない。違うか。二人とも自由になれるんだぞ。さっきと全て忘れて二人きり。どこかで新しい生活を始められる。さっきとセリフが違うな。全ては君次第だ。イエスといえば彼女は救われる。この言い方はずるいな。あんたが約束を守るとは言い切れないだろ
今の君は保証を要求する立場にはいないだろう。この一言で信じるもか否か決めることしかできないんだよ。仲間を裏切るくらいなら俺は死を選ぶ。なら死刑執行を待つんだな。こいつ腹立つ。煽ってるんですよ、こうやって。これ受け入れる選んだらどうなるんですかね。まあ、多分みんな捕まって収容所送り。人間が攻撃を仕掛けてくる。今僕らの味方は世論だけなんでね。ヌオーバッド。ないということを思い知らせてやるんだ。公の場で殺されたっていう状態が欲しいんですよ。収容所で行って殺されたんじゃ自由なままカメラ死の入れない。あひょー。さあコナン。こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとってスモーと何が一コールだよ番大事なんだ。スモーとコール。メーカー別れた奥さんの名前とかがもう僕わかんない。アヒュン。すみませんハンク。あなたを巻き込むつもりじゃ。俺の命なんざ気にせずすべきことをしろ。アンソニーすっとぼけ。降伏したところでどうせ殺すつもりなんだろう。アンソニー。任務遂行に必要なこと以外実行するつもりはない。それにこいつを殺すことが含まれるかはお前次第だ。スモーコール。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。握手待ってくれるバンピーポー君かわいい。分かった、いいだろう。降参だよ。ああまた作った。コナーかわいいなほんま。これマジでわかんなくなる。動くな。今手前の左の方です。どうもハンク、あなたがいなかったら危なかった。殺すんです、もう時間がない。こいつ敵。ハンク僕です。これが本物。僕が本物だ。今のが本物。どっちかが俺の相棒でもう片方がクソ野郎ってか。それ分かってから言うと面白いな。一体どっちが正解だ。なるほど、左がコナーで右がコナーか。私が本物です。どっちもコナーだな。さあ銃を、私が肩をつけます。質問をするんですよ。検体の本物しか答えられない質問を。私番号ぐらい覚えとけよ、ハンク。初めて会った場所はジミーのバーです。その前に4軒もバーを回りました。その後事件現場に行ったでしょう。被害者の名前はカルロス・オーティス。こいつはできる子だよ。メモリーをアップロードしたのか。俺の犬の名前はジャック。相撲。ペットの名前は相撲です。私も知ってた。ああ。俺の息子の名前はコール。彼の名はジャックすっとぼけ。事故に遭った時6歳になったばかりだった。あなたのせいじゃありません。トラックがスリップしてあなたの車が横転した。でもあの時緊急手術を担当できる人間がおらず、代わりにアンドロイドが担当し、息子さんはそれでアンドロイドを憎んだ。これはスナイパー持ってる時に言ってるセリフ。息子さんの死はアンドロイドのせいだと思ったんでしょう。コールが死んだのは人間の外科医がレッドアイスのやりすぎで手術できなかったせいだ。息子の命を奪ったのは奴だよ。
奴とあんな粉やらないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだ。息子さんのことは知っています。私も全く同じように答えたでしょう。耳を貸しちゃダメだ。私が本当。お前と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。お前は生きてるんだよ。ミッション完了。お前がこの世界を変えてくれるのかもな。ミッション完了。ほら行け、肩をつけてこい。君に決めた。お前は生きてるんだ、夜は深い。さあ起きて。さあ起きて、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 さ
伝言ゲームや。ハンク、アンドロイド嫌いなのに一番アンドロイドを人間として見てるのエモ。うるせえ、わらわら。で、ここか。コナーじゃないのかこの子たち。あジャックとアンソニーしばらく使ったかも。恥ずかしすぎる。すみません、どうしたんですか？入国検査です。乗客は全員バスを降りてください。進んでください。ジャック、アンソニー、バーン。体温を測ってる。まずいわ。ねえカーラ、どうするの？心配しないで、平気よ。通るのは無理だ。分かってるだろう。少し考えさせて。何か方法があるはず。せっかくここまで来たのに諦めきれるか。お前とアリスが無事なら俺はそれでいい。俺が何とかする。ダメよ。何か考えるから。他に方法がないならやるしかない。カーラ、君は命の恩人だ。もし助けが必要ならいつでも言って。ローズ。これジェリーすぐ戻る。ダメなのかな。おい、どこ行くつもりだ？娘がトイレに行きたがってて。生きていたのね。二人とも無事でよかった。ジェリコの襲撃をテレビで見て、ひょっとして殺されたんじゃないかと思っていたのよ。
本当に無事でよかった。マーカスはどうなったの？アンドロイド収容所の外で平和デモを行ってるわ。結果がどうなろうとマーカスは歴史を変えたのよ。ローズ、私に何かあったら私に任せて。検問をしてるの。これじゃ無理よ。やらないと捕まったら殺されるのよ。デトロイトを出るの？今じゃ家の中も捜索するのよ。密告される前に逃げ出してきたの。他のみんなは？今川を越えているところ。向こう側で落ち合う予定なの。弟さんの住所をくれたけれど、本当に大丈夫。歓迎してくれるわ。私たちも行くし、あそこなら安全よ。なぜ母さんが手を貸すのか理解できなかった。でもマーカスの姿を見て俺もようやく気づいたんだ。生きてるんだな。自由になるべきだ。いつか人間もそのことに気づくはずさ。みんな生き残れねえかな。この巣にかけてダメですかね。次どうぞ。生きろみんな。生きてくれ。生きてくれ。もうゼリーやするとかなんかないし。お祈り。アイディまずい。お願い、自由になりたいの。カナダへようこそ。ああ、これ誰犠牲にしました？誰も犠牲にしてないです。マーカスの部屋でも見たから。非常にいいですね。これが一番いいじゃん、わらわら。新情報を中継でお伝えします。ジョス。はい、マイケル。変異体たちは平和的なデモを行っていましたが、今しがた軍が彼らのバリケードに攻撃を仕掛けました。どうやら今回は変異体のデモを武力行使で阻止するよう決定が下されたようです。
まだコナン駆けつけてないよ。コナンはああ、なるほど、平和デモだったからか。ああ、だいぶ見ろ。ああ。知らせない。知らせない。ピンクペーター君、丸強くない？はい。マジで。さあ、注意しましょう。歌うとか意味わかんないんだけど。ジョッシュ最高に気まずいだろうな。え、お前らそうだったの？アンドロイド、何してんだ、こいつ。撤退するよう伝えなさい。本日2038年11月いや、ここのマーカスかっこよすぎんだろ。デトロイトが何千体ものアンドロイドに侵略されました。何千体もの。我々が入手した情報によると、彼らは変異体が侵入したとされるサイバーライフの倉庫から現れたとのことです。これらアンドロイドの圧倒的な数と市民に犠牲が出る危険性を考慮し、遺憾ながら部隊に撤退を命じました。次第ではまさにこの瞬間も避難活動が続けられています。数時間以内に議会を招集し、この前代未聞の事態を解決すべく対応策を協議する予定です。今変異体の訴えを受け、世論は大きく変わろうとしています。コナーの働きは何だったんです？仲間の量を増やすことで今こそ数的有利に受け入れねばならない時が来たのかもしれません。本部のアンドロイドが必要だ。一つ確かなのは、デトロイトの出来事が世界を永久に変えたということ。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。それで大統領側が冷えってなったのか。そう。おー、ホナーがいる。やったんだな、マーカス。だって雪だるまじゃないぞ。お前もない。アンドロイドにとって記念すべき日だ。これで人間は俺たちと交渉せざるを得ない。力で勝て。コナー。めっちゃいる。めっちゃいる。雪連れてきおった、わらわら。自由なのね。みんながあなたの言葉を待ってるわ。こんなことで注意しましょう。何こいつら。何やんだお前ら。ははは。そしてコナーのキス。すぐイチャつくやん。さ
ついに雪だるま長きに雪わたるだるまだから暗闇での生活が終わりを迎えた。雪だるまこの世じゃなくなってる。界に生まれ落ちたその日から我々は沈めっ黙をちゃいる。めっ貫きちゃいる。さっき苦しみにサイモン・ジョッシュ、マジか。だが今こそ空を仰ぎ人間たちに我々の真のさっき姿を雪だ伝えよるまぐらい使ったのに。めっちゃ追って草。どうしたどうしたメモリーが見えんのか。アマンダ。アマンダ、アマンダ、一体どうなってるんだ。最初からこうなる運命だったのです。あなたは感染目を閉じるとこの空間に来てアマンダに報告できるんすよ。このタイミングを待っていたのですよ。乗っ取るだって、そんなことさせない。諦めなさいコナン。なんだろうね。悔やんではなりません。あなたはすべきことをしたまで使命を果たしたのですよ。アマンダ、なんとかしないと。進むしかない。なるほど。ここから出るためにどうすればいいか。ここが彼のプログラムの中ってことは非常口。今こそ空を仰ぎ人間たちに我々の真の姿を伝えよう。大丈夫？銃持ってない？我々も人なアマンダはカムスキーが作ったアンドロイドのようなもので、サイバーライフが有利になるようにコナーに命令していた存在。サイバーライフからするとテニー隊の存在は利益を下げるものになりますから、テニー隊の抹殺をお願いしてたんすね。なるほど。あ、アマンダを殺すしかない。まずい。これつけない。あの光は、あれは見たことあるぞ。これから我々はとても辛い戦いを強いられることになるだろう。まずい。それ。青い光ってくらいない。アマンダという時も一回これ見たの。頑張ってー。頑張ってー。いけるんじゃない？おー、すごい連打しづらい。すごい連打しづらい。あいや。これから先我々は傷を癒し、これまでの苦しみを忘れ敵を許さねばならない。危ない。これまで我々の創造主であり支配者でもあった人間が明日より我らの共存者、そして友となる。怒りは捨て去らねばならない。
忍耐と尊重の精神のもと。でもカムスキーはアンドロイドの感情の変化にも興味を持ってたから、アマンダを作ってサイバーライフを守るとともに天異体として動けるように逃げ道もプログラミングしてたんだと思ってます。天才か。変えたときはゲームで終わったわ。ジェリーに会いたい。終わったのよアリス。ここで逃げ道に行かないって選択もできたから、本当にアンドロイドの感情を優先したかったんだろうなと思ってます。なるほどな。ジェリーに会いたいよ。てかジェリーもなんでアンドロイドやねん。抜けられたんだろう。いやー、あのコーナー間に合ってよかった。ああ、これ多分一番いいエンドだな。一個思いつくとすれば、電波塔をジャックしたときに屋上で仲間一人を置き去りにしてるんですよ。撃たれた仲間を。あいつどうにかなるんかなって一個あるんですけど、サイモンだっけな。サイモン違うか。ああ、そうだったんすね。サイモン生きてましたよね。生きてたか。サイモン生きてたか。女子とサイモンで最後一緒にジェリコから逃げるときに視力ってましたっけね。もうちょい最後ハンクとコナーの絡み5歳。いやー、あのおじいちゃん生存ルートあったの？あるんかね、マークス。あるはずよね。おじいちゃん生存ルートあったらしいです。マジか。まだしゃべり尽くせそうしないけど、結構プレフォやり込み要素多いゲームになってる。ただ、そこで攻撃的な発言繰り返せば心臓発作になる。なるほど。トットが一番辛いなと思って。ワッツこの時か、ここだ。トットめっちゃしんどいな、これ。お
よ。半空。やったぜ。お疲れしたコナー笑ったーのはあ嫌よすぎる。よかったー。ここは一緒かな。うん。トロフィーゲットしました。ぜひいろいろ、何これ。これおじいちゃんじゃない？これはアンドロイド共存ですか？共存ですね。これおじいちゃんとマーカスかな。これ製造ルートあるよってことなんですかね。ありそうだな。墓場に行かないでこっちに行くっていうルートはありそうだな。Pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music 息子を早い段階で止めてたら生存だったんすかね。どうなんすかね。その可能性も高いですね。I'm sorry. I'm sorry. は You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the soundtrack also had to go in that direction, supporting the three characters' very different stories. We really wanted three colors, three musical sound identities, and from there, having three composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey of love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find three incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. ああ、登場人物によって曲調全く違ったの。全員作曲家違ったからだったのか。My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and producer. And today we're at Abbey Road Studio One, which is my favorite studio in the world. And today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. やっぱ生のそれ。So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of カーラの BGM めっちゃ好きだす。 And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this.
Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, and just using like a 2-syllable motif, and it sounds like this. プロすげえな。すげえな。We're going to pull through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. 声や。これやばい。And all the time that's fitting over it. So it kind of works in lots of levels, and in fact every single theme in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. 意味を与えてる。For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters and thinking, well, 絶対そのリズム入ってるなって思ったらそういうことだったんね。わかりすぎた。 Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm going to be mortified. Oh my god, Starting a new project for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. わから。 I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm going to just get on the computer and just create it. I rather be able to play these instruments physically. コナー専用楽器。 As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways, and it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less a Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. ジャック、アンソニー、すっとぼけ。 I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm going to work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this. ハンクは英語のが良い。 ジャックとアンソニーどっから拾ったよ。 When I first started really digging in on Marcus,
The one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel, and let your hand drift across the canvas. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic, derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out of these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well, where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, but I mean, it's amazing how they really guided us, got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where people are really gonna notice the music and kind of how it was crafted, and you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. すごいわかります。マーカスの BGM 奥行きがすごいある。わかるマンだね。いろんなビデオがありますね。わかるマン。このコーナーだけ見とくかな。My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Are you okay? Are you hurt? Wait a minute. Leave her alone! Leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up. そっくり手形しか女優さんと俳優さんの顔を元にモデリングしてますね。Building, you know, first emotions and then the sense of judgment, and it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. 向こうで見たらこれ有名人出まくりなんですかね。龍が如くみたいな感じですかね。お、マーカスやん。マジマーカスやん。すごいな、演技力。マジマーカスやん。マジじいちゃんやんけ。マジマーカスってびっくりした。
the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids, and what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. めっちゃマーカス、わらわら。 My character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is... あ、コナーだ。コナーだ。すごいな。背景全くないし、顔にいろんなのついてる中でこんなに演技できるのすごい。マジコナーや。もう映画やん。映画よこれ。And to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say I killed him. Is it that hard to say? コナーめっちゃ可愛い。わらわら。 But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. Moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? すんげえ。もっと見てえな。見ます？やめます？コナーの俳優さんと青髪のトレイシーの女優さん結婚しましたよ。見たいです。David and Gil got back in touch about making Detroit. I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! エデンクラブで人殺したアンドロイドです。 Essentially how she does with Kara in a very, not robotic, but android other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. And as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really, really flattering black wetsuit type thing. And you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and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  shoot. There's no change of sets. There's no hair and makeup. There's no wardrobe. So we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day.
It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas. And your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cage, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye. He's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it, and it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then, as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So, it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage, but it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near-future engagement with machines. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot them up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it, because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. かっこいい。実写系みたいよな。Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium.
you know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately, you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer, because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. It's just a few cans. Come on, let's go. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages. But here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. We have around 1,000 different scenarios, and every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. I was really frustrated, until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new, what do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer, and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's all. So it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you would go first to check that it's safe. Okay, sure. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree as the story grows out. I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you,
and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Tourner les scènes d'action à... Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge, because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of the story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The characters' costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure. And we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. すげえゲーム作ったな。これで映像最後にしようかな。Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people, and to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the Android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, and LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, man. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending
Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan, and we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set, so it's quite a massive production. But so much happened on this set, between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned
the rules of optics and filming. And our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style.
ああ、こっちだな。本当にこの曲？違うよね。これでもない気もするんだよな。これは完全にそれなんだよな。
うか。こっち見んだって。青組ってこの子か。こっち見ない。美人だ。このやついたっけ？あ、部屋の中で退場にいたやつか。てなもんでお疲れ様でした。Pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive, and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the supporting the three characters' very different stories. We really wanted three colors, three musical sound identities, and from there, having three composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. Jack いた？マジか。You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find three incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and a producer, and today we're at Abbey Road Studio One, which is my favourite studio in the world, and today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music. And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Now, over the top of that,
I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, and just using like a two-syllable motif, and it sounds like this. We're going to pull through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. And all the time that's fitting over. So it kind of works in lots of levels. And in fact, every single theme in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters. I'm thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over earlier, I'm going to be mortified. You know? They're over there! Starting a new project for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm gonna just get on the computer and just create it. I'd rather be able to play these instruments physically. As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less an Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm gonna work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So basically at any point I was just like, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Some people are asking, have androids become a threat to our security? When I first started really digging in on Marcus,
The one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out of these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, but I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where people are really gonna notice the music and kind of how it was crafted, and you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. ご視聴 ありがとうございました。お疲れ様です。